スマホは顔の前に置いてうつ伏せに寝ます。両手を耳の横について上半身をぐっと起こします。腹筋のストレッチです。お腹が伸びてる感じであれば OK です。腰が反って痛いよって方は肘ついてちょっと顎持ち上げる。これでも十分腹筋伸びると思います。頑張れる方はしっかり肘伸ばしてちょっとぐっと胸を張るような感じ。この方がより伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら、上半身、べちゃっと寝かした状態で、右足を左、こっちに持ってきます。こんな感じです。右のお腹の前面、ここをストレッチしていきます。上半身が浮いちゃうと思いません。上半身べちゃっとつけたまま、右足を左斜め後ろ、こっちに持ってくる。で、誰かにつま先ぐーっと引っ張られてるイメージで、遠くに向かってつま先伸ばしましょう。右のお腹の前面、ここです。ここ伸びてれば OK です。腰反って痛い方無理しないでください。いまいち伸びない方、一回戻って、こっから動かすんじゃなくて、もうお腹から動かす、こっから動かすイメージで、ねじってみましょう。ここ伸びてれば OK です。よし、OK です。逆いきます。左足を右、こっちに持っていきます。左のお腹の前面伸びてれば OK です。上半身浮いちゃうと全然伸びません。上半身はべちゃっと床につけておきましょう。で、いまいち伸びない方、つま先誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろによりぐーっと足持っていくと、左のお腹の前面、ここが伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。腰反って痛い方無理しないでくださいね。足だけ動かすというよりも、お腹からひねる。お腹からひねるイメージです。呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK です。そしたら、スマホ持って上向きになりましょう。枕ある方は枕使っても大丈夫です。そしたら、右足を左、こっちにねじります。膝、床につけていただいて、上半身、右肩をなるべく床に近づける。膝は床につける。上半身も床に近づける。右のお尻、腰、背中、この辺が伸びてれば OK です。どうしてもこう、足が浮いちゃうって方は、足を床につけましょう。で、こっちの肩が多少浮いてもいいです。ただこの肩もなるべく床に近づける。お尻、腰、背中、この辺伸びてればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。逆行きましょう。左足を右、こっちに持っていきます。左の腰、お尻、背中、この辺伸びてれば OK です。これも足は床につけて、上半身、左肩をなるべく床に近づけるようにひねる。左の腰、お尻、背中伸びてる感じであれば OK です。そんなすごいめちゃくちゃ伸びてるなって感覚がないと思うんですが、痛気持ちいいぐらい伸びてる感じで深呼吸しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK です。そしたら次は、脇腹から脇の下、この辺ですね、伸ばしていきます。足こう伸ばしてもらって、で、左手万歳します。で、左の脇の下、脇腹伸ばすんですが、指先誰かに引っ張られてるイメージで、遠くに向かってグッと伸ばす。ここ、伸びてれば OK です。いまいち伸びない方は、下半身もちょっと、こっちに持っていく。で、つま先と指先をなるべくこう引き離すイメージです。ここ伸びる感じであれば OK です。腰痛い方無理しないでくださいね。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK です。逆いきます。次は右手を万歳して、こんな感じ。右の脇の下、脇腹を伸ばしていきます。指先誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってぐーっと伸ばすと、より伸びてくると思います。いまいち伸びない方、この足を、こっち、持ってって、指先とつま先、なるべくこう、引き離すイメージにすると、より伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。これまだ休憩のストレッチで、この後からちょっとずつきつくなってきます。よし、OK です。そしたら、
仰向けに寝たまま、膝曲げてても伸ばしてもちょびです。ちょっと反り腰気味の方は曲げてる方が楽だと思います。これで、つまぷる、お腹のマッサージやっていきます。この感じで、お腹をつまむ。まず、あばらの下ぐらいですかね。腹筋の上の方を掴んで、こう、ねじるというか、こういう感じです。掴んで、こう、動かす。掴んで、動かす。掴むっていうか、つまむぐらいでいいですね。下の方から、真ん中らへん。みぞおちに近いところまでつまんで、動かす。痛気持ちいいぐらいでいいですよ。よし、オッケー。そしたら、こっからちょっときつくなりますよ。膝曲げたまま、足持ち上げます。で、このまま、前ももお腹に近づける。この感じ。下っ腹、腹筋に効きます。で、できたら、お尻がこうやって床から浮くぐらい、しっかり前ももお腹に近づけると良いです。呼吸は止めないようにしましょう。で、理想は近づけて、限界まで下ろして、また持ち上げると、強度はかなり強いんですが、足を下げすぎると腰痛い方もいると思うので、本当にちっちゃく、これぐらいだけ動かす。この感じでも十分腹筋に効いてきます。ラスト1回。よーし、OK。そしたら次、ちょっと休憩のストレッチです。足を伸ばして、肩幅よりちょっと広めぐらいに開いていただいて、つま先を内、外、内、外動かしていきます。で、これはつま先だけ動かすというよりも、股関節付け根、こっから動かします。呼吸を止めないようにしましょう。で、このきつい種目、連続だときついので、こんな感じで、なるべく間に休憩のストレッチを入れるようにしてます。呼吸は止めないようにしましょう。付け根からしっかり動かす。普段動かさない範囲でしっかり内、外にねじる。どうしても腰が反って痛いって方は、ちょっと腹筋力入れてお腹へこますといいと思います。よし、OK。そしたらこれで、きつい種目いきます。足の裏合わせて、膝外に開く。こんな感じで、ひし形カエル足作ります。このまま足を持ち上げます。持ち上げる。なるべく膝は外に開いたまま足を持ち上げる。腹筋に効く感じあれば OK です。どうしてもきつい人、足閉じたままでもいいし、こうやって上げたままキープ。それでも十分効きます。頑張れる人はしっかり下げる、上げる。お尻が床から浮くぐらい上げる。きつい。呼吸止めないようにしましょう。で、もし腰が反って痛いよって方は、お尻の下にこうやって手を入れたりとか、クッション枕入れると、だいぶ腰への負担が減ります。こんな感じです。ラスト1回いきましょう。よし、OK です。そしたらもう一回スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホを顔の前置いておきましょう。これで、両手を海の横ついて、最初に行った腹筋ストレッチもう一回やっていきます。こういうストレッチと筋トレの順番とかも聞かれるんですが、理想はこうやって、ストレッチを運動の前と後両方に入れれたらいいです。まあ、体育祭とか運動会とかもなんかこう、準備運動と整理運動ってあるじゃないですか。理想は前後にストレッチ入れたらいいんですが、まあ、毎回そうもいかないと思うので、できる時だけでもこうやって前後にストレッチ入れるようにしましょう。腹筋が伸びてれば OK です。腰取っていきたい方は、肘ついて、顎持ち上げる。これだけでも OK です。よし、OK です。そしたら最後、一番きつい種目、プランクいきます。肘、肩の下にこうやってついたまま、お腹持ち上げます。で、こう反らないように、しっかりお腹力入れて耐えましょう。で、どうしても腰がきついよって方は、膝ついてもいいです。膝ついて、ちょっと腰丸める。この感じでも OK です。なぜこう腰が痛い人がっていうかというと、僕がですね、実は腰がきついので、だからきつい人はこうやって膝ついてもいいし、ちょっとこうやって膝を浮かして、またついてでもいいです。できる範囲で腹筋しっかり力入れて、なるべく腰を丸めるイメージでやりましょう。きつい。あと少し。よし、OK です。はい、お願いします。はい、始めます。2。この時に、はい。肩幅よりやや広めに足を開いておきます。はい。で、足先斜め45度外側です。この方が。そうです。石田さん、どんなメニューでしたっけ？はい、スクワットです。スクワット。この後が全部めっちゃきつい筋トレでしたっけ？まあ、全体的にきついかもしれないですね。ちょっと下までつけましょう。そうです。で、お腹に力
水重層の方まで下ろします。そうです。お尻ぐっと突き出すようなイメージで、そうです。ちょっとこれは喋れないですね。ちょっと結構足が内側に入っちゃう方多いので、外側です。こう。そうです。次いくよ次は今の状態から足開きます。開いて下ろす、開いて下ろす。こそうです。開いて下ろす、う。やば。開いて下ろす。この時に腹筋力入れてないと体がバランス取れないので、お腹を力入れたまま下ろす、足を上げられるところまでで大丈夫です。つま先ちょっと外向きぐらいですか。そうですね、斜め45度外側です。すげえ、全く息上がらないですよ、すげえ上がな。りますよ。確かにすごい眼鏡曇っちゃってますね。いやもうこれ足も細くなってお尻もピックアップする動きです。